完全にフラットですね。意識がいろんなところに行き過ぎちゃってて、大事なところがおろそかになっちゃってるかなっていう。鈴鹿ですか、洗礼ですね。いや、いい経験しましたね。メアリーです。レースデビューまで残り3ヶ月強、成長の過程を動画として残しています。前回は富士スピードウェイで V グランツの初走行の様子をお届けしました。今回はメック120という私が参戦するレースシリーズの初戦の地、つまりレースデビューの地となる鈴鹿サーキットを2日間走ります。シミュレータで事前に走り込んではいるのですが、鈴鹿サーキットは難しいと聞かされているのでとても緊張しています。今回の目標はとにかく鈴鹿というコースに慣れ、Vグランツともっともっと仲良くなること、初走行の様子から壁にぶつかる様子まで2日間の様子をお届けします。鈴鹿に到着しました。Day1 の目標は2つに絞ります。1つ目はコース完熟、初めての鈴鹿のライン取りと路面感触を体に入れること。遠赤は使わずシミュレータとの違いから差分学習します。2つ目は無事帰還、クラッシュしないことはもちろん、ミッションをいたわりながら走ること。タイムを狙う走りではなく、まずは鈴鹿の感触をつかむことに集中します。ちなみに今回はドライバーの石垣さんはおらず、初日はチーム代表の山健さんも不在です。現地にはいませんが、こちらのライブ配信ユニットを通して2人はリアルタイムに走行の様子を YouTube ライブで見てくれています。そのため走行後は LINE や電話でフィードバックをもらうことができ、非常に便利でした。ライブ配信ユニット自体は RDS さんから購入したもので、今回は RDS の山本さんが応援に駆けつけてくれています。希望があればライブ配信ユニットの紹介なども動画にするので、ぜひコメントお待ちしております。さて、1枠目の時間になりました。コースに出た瞬間、シミュレータで見た景色との違いに愕然としました。とにかく狭い。こんなところでオーバーテイクを伴うレースができるのか、とても不安です。S 字や逆バンクは横 G の連続で体が大きく揺さぶられます。デグナーは攻めてもいないのにエスケープゾーンへ飛び出しそうになります。そして 130R は怖いからといってアクセルを抜きすぎるとリアのトラクションが抜けてより不安定になるので、怖いけれどもコーナーエイペックス付近ではアクセルを少し入れます。正直心のリミッターを3段階以上下げてます。すぐに刺さる未来しか見えないというのが初走行の率直な感想でした。どうですか、怖い。鈴鹿は。鈴鹿怖いっすよね。マジで怖い。わかりますよ、鈴鹿。1枠目を終えてピットに戻りました。この枠で見えてきた課題とこの後の練習目的をアップデートします。まずはドライビングポジションの安定化。S 字など右左へと強い横 G が連続する区間で体が左右に大きく揺さぶられてしまい、運転に集中できない状態でした。ドライビングポジションの調整はもちろん、左足ブレーキをやめて右足ブレーキに戻し、左足は体を支えることに専念させてみようと思います。また全開区間を少しずつ増やしていく必要があります。ダンロップやマッチャンなどアクセル全開区間がもっと多いはずなのですが、怖くて踏み切れていません。恐怖心を克服していきます。特に右足ブレーキへの切り替えは効果的で、体が感じ取れる車両インフォメーションの解像度が上がり、タイムも大きく改善しました。そんな中出た1日目のベストラップです。先行車に詰まってしまい、結果的には22秒台でしたが、途中予測タイムが19秒台に突入し、いわゆる鈴鹿の20秒の壁を克服しつつありました。
この辺りがむしゃらな全力走行モードに突入している点もご覧ください。ちなみに今日フラットスポーツできたところどこかって、いや、それが分かってなくて。レース始まってあれ一発目にやせたらもう終わりなんで。はいはいはい。バタついてるのは意識ありました？正直なかったです。あー、なるほど。フラットスポーツ作らないのがもちろん大前提なんですけども、できちゃった時に、そのできたタイヤがどっちかっていう自分で判別しなきゃいけないんで、はい、判別ができないとチームに伝えられないじゃないですか。結構レースの戦略の中ですごく大事なところなんで、そこが。むしろなんか意識がそっちに行ってないことの方が怖い。ブレーキ、タイヤ、車の状態っていうのを、やっぱり耐久レースっていつも車が何人を言ってるかを聞きながら運転しなきゃいけないんで、常に車の声に耳を傾けてあげながら全開で走らなきゃいけないので、まあ多分意識がいろんなところに行き過ぎちゃってて、大事なところがちょっとだいぶおろそかになっちゃってるかなっていう。はい、すいません、申し訳ないです。まずコース慣れとライン乗りと、やっぱしっかりコース幅を使い切るのも難しいんで、はい、3、4、5でラインきっちり乗せられるようになって、そこで初めて2足をおかわりで追加するようなイメージですかね。いやでも本当に人様の車を借りててっていう意識がマジで欠けてたなと思って、申し訳ないです。いやいいっすよ。がね、人様の車で借りて乗ることは多分基本的には当たり前になってくるんで、そうすると、その感覚ってすごく大事なことで、チームに迷惑をかけないとか、チームに良い結果をもたらすっていうのは、このジェントルマンドライバーにとってとても大事な素養なんで。鈴鹿ですか、洗礼ですね。強烈な。いや、ごめんなさい。てか、鈴鹿と正直そんな関係ないところで、なんか全然ダメだったなと思って。いや、なんか結構自分的にはいっぱいいっぱいで走ってたつもりだったんですけど、なんか本来意識すべきところを全くやれずに、ただ余計なことでいっぱいいっぱいになってた感じの一日だったのかなっていう気がしてきて。絶対に走行量は裏切らないんで、とにかく鈴鹿は。いっ
ぱい教えるんで、鈴鹿の2日間で宿題を大量に見つけて帰ってシムで練習したりとか、はい富士でも練習したりとかしながら、次の鈴鹿の練習の時にそれが生きるように、ちょっと大変な2日間だと思いますけど、頑張ってください。一緒にやりましょう。小林さんの最短距離考えてやってるんで、決して遠回りさせるつもりはないんで、ありがとうございます。それのところにやってくれれば確実に階段登っていくんで大丈夫です。安心してください。ちなみに何回も言いますけど、はい、小林さん早いですからね。鈴鹿に合わせれば問題ないんで、まずその合わせ込みの順番を間違えないようにしないといけないんで、ショックなことがこれからめちゃくちゃ多いんで、こんなことでへこんでたら話がレースなんていや、そうですね。いや、それは本当にそうだと思います。はい。落ち込む必要は何もないんで、普通のステップなんで、普通の階段を登ってるんで大丈夫です。落ちてないですから、階段から。だからへこまないでください。一瞬へこんだんですけど、先は長いと思うんで、はい。でもちゃんと反省するときはしっかり反省して、寝て忘れちゃダメですけど、切り替えて次明日頑張りたいと思います。そうですね。はい。いや、いい経験しましたね。デイ2の朝、チーム代表の山健さんが現地に合流しました。作戦会議を行い、最初の枠ではあえてフラットスポットの残ったタイヤで走行テストを行うことにしました。まずは山健さんが走行し、フラットスポットで発生している車両インフォメーションを確認。その後、私が同じ状態で走行して、山健さんと同じインフォメーションを得られているか答え合わせをします。2枠目以降は2足を封印して、コースと車に慣れることを最優先にします。クリップを外さず、レコードラインをトレースする。心にも操作にも余裕がある状態で基本に立ち返ります。乗っちゃってください。左のコーナーの時に右側の内側のタイヤがないので、はい。左に曲がろうとすると右側に荷重かかった時にカタ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 って反動がしてくるんで、はい。確認してください。はい。でスプーンで顕著に出ます。スプーンですね。はい。で分かりづらいかもしれないんですけど、 S 字の1個目2個目3個目で右左右左って続くじゃないですか。はい。あそこで右に曲がるときにはカタカタあんま言わないんですけど、左に曲がるときになったら急にカタ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 って言うんで、なるほど。それを確認してください。わかりました。でまっちゃんとか高速コーナーでも長い R で右にゆるーく曲がってるときは、はい、内側がないので、今度設置側内側のがないところがカタ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 ってまた振動くるので、はい、振動確認してください。はい、まずフラットスポットの状態の確認をしてください。はい、はい、それであと確認ができたら、そしたら3、4、5で昨日のミッションでいきましょう。わかりました。
さめっちゃ分かりました。わかりました。はい。あと腹打ってるとこどこで腹打ってるか気づいてます？はい。腹打ってるとこ気づいてます？お腹打ってるところ。出口。デグにも。出口にもですかね。あとセクター1でも S 字でも車がチャンっていう瞬間とかどういう状況でも車の声をちょっと聞くことをすごく意識してください。わかりました。マジでレースウィーク車が持たないです。はい。1枠目が終わり、目的としていたフラットスポットがある状態の挙動を確かめることができました。しかしまだ車の声を聞くことに対してセンサーが弱く気づけていない点が多々あり、車の奥深さを感じます。2速を封印して2枠目3枠目と走り込み、ようやく走りが安定してきた感覚があります。それだけでなく心にも操作にも余裕が出てきて、車の声や他車の動きなどをよく見て走れました。そんな中で出た Day2 のベストラップ動画です。ご覧ください。鈴鹿初走行の2日間が終わりました。 Day1 はがむしゃらに走って反省の多い一日でしたが、 Day2 は丁寧に走って多くのことを学びました。耐久レースというのはチームスポーツであり、運転操作そのもの以外で学ぶべき技術や知識がたくさんあることに気づくことができました。ヤマケンさんをはじめ K2 ガレージの皆さんに用意していただいた環境には感謝しかありません。しかし鈴鹿 V グランツの20秒の壁は突破できずじまいでした。トップチームは12秒台で走ると聞いています。2速を封印していたとはいえ21秒ではとても勝負ができません。今回得られた課題をシミュレータや富士スピードウェイでの練習に生かしていきたいと思います。鈴鹿初走行はここまでです。次回は石垣ドライバー主催の広場練習や自宅のシミュレータ練習など、私が普段行っている練習メニューを紹介したいと思います。この動画を気に入ってくださった方は、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。
感想をコメント欄に記載していただくと動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。